静かな夜ですね。コロちゃんはお仕事で白詰めだし、しのちゃんはもう寝ちゃってますしなんだか久しぶりにお頭と二人きりですね。すぐにコロちゃんが仲間になってくれて、巣の俣では初めて戦をして、そうですね。ねえ健介様、もう織田家にはなれましたか？健介様って確かここじゃない別の国から来たって話でしたよね。蓬莱とか趣味線とかそういったところから？じゃあ健介様は摩訶不思議なところから尾張にいらっしゃった摩訶不思議な方なのですね。権威ですか？別のですか。私には想像つきませんよ。はい、武士になって出世しておっかあの暮らしを楽にしたいですし、妹は取り立ててやりたいです。でもそれ以外には何も考えられないんですよね。まだまだ私っておバカです。健介様はすっごくいろんなことを考えておられるのですね。ヒヨも頑張りますよ。お頭に負けないぐらいに。健介様、あれはジンブレの貝の音ですよ。出陣です。まずは家地のみんなを集めないと。それに具足の準備もしなくちゃですし、やることたくさんです。とにかく健介隊の出陣準備は私たちの方でやりますから、お頭はここを動かないでください。どうやら出陣の陣ブレが出たようですね。しのちゃん、健介様はご自由にどうぞ。後のことは私たちの方でやっておきます。はい、健介様は己の思うがままに動くお方。私たちはそんな健介様を支えるのが役目ですから。そっか、そうだよね。じゃあお頭、あとは私とコロちゃん、しのちゃんたちでやっておきます。
と一緒にミノに向かったって。必ずや。馬はすでに用意しております。ご武運を。いやあ、お頭も短期で行っちゃうんですか？それは危ないですよ。すぐに勝ちたちを集めますから、もうちょっとだけ待っててください。いえ、今はクオン様のそばに健介様がいることこそ重要です。私たちのことはお気になさらず、ご自由に。すでに出しております。ご安心を。ちょっとあの方はあれで良いのですよ。では火よコロのお二人は出陣の準備を。ミダは私が手配します。了解。早くお頭に追いつかなくちゃだね。ほう、なかなか胴にいった姿勢だな。馬には慣れているのか？また姉か。一体貴様には何人の姉がいたのだ？どういうことだ？なるほど、興味深い話だ。が、今の健介を見ればそれも納得できるな。貴様のたらしの血はそこから来ているのだろうというあたりがだ。ようやく認めよったな。まあよい。我も少し考え方を変えた。人を垂らすことのできない者が人の上に立つことなどできん。ならば我の夫として人の上に立つ健介ならばたらしでも仕方あるまいとな。ただし何度も言うように制裁は我だからな。それを忘れたら牛先の刑だ。なら良いということにしておいてやる。ここで後続を待つ。そのつもりだが何か不安でもあるのか？一理ある。背後の敵にかまけている間に稲葉山の兵が打って出れば強撃を食らって逆転されるだろう。それに内応を約束している者どもの動きも監視せねばなるまい。なんだ？なんだと？それはそうだが、しかし
当然であろう。敵勢の真っ只中に侵入するなど至難の業なのだ。かなりの危険を伴うことになる。そんなことを頼んで健介の身に何かあったら。なぜ貴様はそんなにも強いのだ。頼む。殿美月か黒。苦労ではありません。いつも突然のご出陣、それだけは勘弁してくださいと言っているでしょう。孫ついておれば時期を逃す。さっさと動かん貴様らが悪い。相変わらずのおっしゃりようですね。少しは後ろを追いかける者の身にもなってください。気が向いたらな。で兵は？私と麦穂2人の衆が先行し、これが1000、その後ろに圭介隊の100、その後ろに3000ほど、さらにその後続に3000、ついで2000と2だといったところでしょう。9000前後か。予想以上に来ておるな。皆近々陣触れがあることは予想しておりましたからね。オロ州は一番後ろをついてきておりますが、あのバカどもは。待っている時間が惜しい。美月は我と共に先行せよ。麦穂は後続をまとめておけ。よい。者ども覚悟せよ。勝負は二度あらじ。では先を急ぐぞ。健介共に来い。後続は頼むぞ麦穂。了解しております。お気をつけて。誰に言っている。では稲葉山で会おうぞ。それだけ斎藤家の実力が落ちていると判断する者が多いのだろう。貴様は違うのか。食えんやつだ。ふん、誰が最愛だ。貴様が我のことを好きなだけであろうが。とにかくまずは井ノ口を制圧した後、建物を焼き払おうと思う。貴様なら反対すると思ったのだがな。怒ってはいないが、下船、我がなぜ町を焼き払うと考えたのだ。
呆れたやつだ。黒。援軍の要請に果たして誰が応えるのか。ともども急ぐぞ。殿、焼き払いほどなく終了いたします。刈谷の建設を急がせろ。はっ。殿、皇族3000を連れ到着いたしました。隊員にすぐに軍議を始める。主だったものを集めてくれ。御意。知っての通り、稲葉山城は天下に名だたる堅城だ。包囲したからといってすぐには落ちんだろう。前々代利政様が築城の水を注ぎ込んで作ったのがあの稲葉山城ですもの。厳しい戦いになるでしょう。殿、調略が行き届いていない各地の豪族がいつ背後を襲うかわからない状況です。いつまでも包囲を続けることはできますまい。その通りだ。よって今回は強行する。なんと。しかし強行したからとて城が落ちるはずもございません。いたずらに消耗しては。麦穂の意見ももっともであるが、健介。何？それはそうだが、確かに健介殿のおっしゃるように事態が進めば稲葉山城は落ちたも同然となります。しかし私は賛成できません。危険すぎます。危険なのは我も重々承知している。だが健介と話し、我は健介に全てを託そうと思った。しかし殿。言うな。健介ならやれると我は信じる。大丈夫というが根拠はあるのか？なんだその根拠にもなっていない根拠は。全部貴様の主観ではないか。そんなものは根拠とは言わん。大丈夫ですよ、美月様。はい、お頭の言う通りきっと大丈夫です。だからその大丈夫という根拠だな。お頭が言ってるからきっと大丈夫です。やれやれ、分かった。殿が信じている以上我らも信じよう。
良いな麦穂。そうするしかありませんね。で人数はどうする？コロはともかくヒヨには荒事は向かんだろう。良いのか？ほう、覚悟ができたということか。そうか。わかった。くれぐれも危ない真似はしちゃダメですからね。では決まりだな殿。ご采配を。健介隊以外の者どもはまず七曲り口より部隊を移動し、時の声を上げ続けよ。そうだ、庭衆は百曲り口が開門したと同時に内部に突入し、二の丸を落とすべく火のように攻め立てよ。お任せください。健介殿のお働きを無駄にせぬように、必ずや二の丸を落としてご覧に入れましょう。気合を入れすぎて察知されんようにな。気をつけます。ではこれにて軍議を終了する。おのおの励め。はっ。頼む。何をだ。任せておけ。必ず行く。すぐに行く。だからきっと無事でいてくれ。言われんまでもない。殿の身の安全は我ら大田衆命を懸けて守る。だから健介殿、武運を。さっそうと去っていっちまったよ。やるな健介。すごいよね。かっこいいよね。ひなだったら絶対行きたくないかも。っていうか絶対に行かないけど。だよね。大丈夫かな健介様。大丈夫だ、きっと。クオン様、あいつは大丈夫と言った。約束は守ると言った。だから大丈夫だ。我はそう信じている。何を笑う。なーに、織田上総介ではなく久方ぶりに織田久遠様を拝めたのが嬉しかっただけです。織田久遠か。だが我は織田上総介である。美月、采配せい。よい。では我らは我らの仕事に取り掛かるとしましょう。若菜、ワンコ、黒ホロ赤ホロで先鋒を務めい。意義あり。先鋒は私が。麦穂様がやる気だ。やる気満々だ。あほう、家老が出しゃばってどうする。こういう時は若手に任せておけばよい。しかし健介殿が。気持ちはわからんでもないが、貴様には貴様の役目がある。若手の後ろで頭を冷やせ。はい。ならば若菜、ワンコ、副将せい。さっさ蔵之介、ありがたく先鋒をやらせていただきます。前田又左衛門、頑張ります。ひなは2人の後方に配置だ。手綱を任せる。あら、了解です。
3の丸攻めは半時後に開始する。それぞれ持ち場で合図を待て。はよっしゃー、行くぜ2人とも。僕についてこい。何をバカなこそワンコの尻尾を見ながら追いかけてくるのだ。まあ2人とも暴走して怪我しないようにね。クオン様、これでよろしいでしょうか。クロ美月よ、は、我を非常だと思うか。いえ、特には。だが我は出会って間もない何もわからないものを自分の都合の良いように利用しているのだ。自分自身に嫌気がさす。本当に非常であるならば、そのような悩みなど毛ほども持たないでしょう。そしてそんな殿のお心を理解しているからこそ、キャツは尽くしてくれているのではないでしょうか。そうなのだろうか。我はわからないのだ。健介の言葉は嬉しい、とても嬉しく思う。だがその言葉に裏はないのか。そう考えてしまうのだ。健介はまっすぐだ。誰よりも強くまっすぐな心を持っている。だが我は過去を振り返れば、クオン様のおっしゃりようもうなずけます。現に私も初めはあなた様の敵でした。しかし今、私はあの者と同じくクオン様を支えることに喜びを感じております。そんな私の言葉も裏があるとお思いなのですか？そんなことあるわけがない。キオス統一のあの苦しい戦いを支えてくれたお前を信じずに誰を信じようというのだ。そのお言葉、誠にありがたく。ですが殿、ならば私を信じてくださるように、キャツの言葉をもう少し信用してやっても良いのではないでしょうか。信用して良いのだろうか。裏切られることはないのだろうか。この下克上の世ならば裏切りは常でありましょう。しかしキャツは天より落ちてきた。いや、天などは関係なく、キャツはただクオン様のことを好いているだけでありましょう。好いてくれているのか。ええ、クオン様と同じように好いた者のために命を懸けるなど、なかなか良い男ではありませぬか。そんな良い男に応えるには答えるにはどうすればよいのだ。クオン様が良い女であればそれで結構。良い女とはどういうことだ。さて、さすがにそれは私ごときが口を挟むべきところではありませんな。ご自身で考えられよ。意地の悪いやつめ。女も年を取れば女狐になりますからな。ただ一つ言えることは、もっと深くキャツを見ておればよいということです。この国に来て早いくつき、奴は奴なりに筋を通しながら必死に生きてきたことでしょう。その歩いてきた道があるからこそ、初めは疑っていた私でさえキャツを信じるようになった。もっと広く、もっと深くキャツと対峙すればよい。もっと甘えてみるのも良いのではないかと。甘える？甘えるなどどうすればよいのか我には分からん。やり方なんぞ知らんわ。確かに殿は若君で織田家を継ぎ、東は今川、北は斎藤、国内に至っては岩倉、清須と敵も多く、命を心を削る戦いをなさってこられた。しかしながら尾張を制し、東海一の弓取りもすでに世にはおらず、美の制圧も目前。それで一段落とは言いませぬが、盛んに燃え上がる炎は消える寸前であることが多いのも真理。この戦いが終わった後は
キャツに甘えてみてはいかん。甘えて良いのだろうか。甘えるのも良き女の条件でありましょう。そうなのか。しかしそれは工事。迷いは胸にしまい、今は城攻めに専念しましょうぞ。そうだな。頼むぞ美月。御意。